お呼びですか、神様。いや、死神ナンバー13、実は折り入って相談があってね。相談ですか。それなら私より死神ナンバー1の方が適任なのでは。あの子は真面目すぎるからね。能力を重視してしまう嫌いがある。でも今回は能力だけではなく内面も重視して試験を作りたいんだ。試験ですか。そう、フラグ回収を頑張っている子たちにはご褒美をあげるべきでしょ。でも僕一人でみんなの活躍を把握するのはちょっと難しい。そこで個人の能力を確かめる試験を用意しようと思ったんだ。なるほど。しかし内面重視とはどういう意味ですか。僕は個人を評価するにあたって能力だけでなく内面も見てあげたい。だから内面も見た上でその子たちに適切な試験を作りたいんだ。君は優秀な上に後輩たちの面倒見もいいからそういうのもできそうだと思ってね。どうだい？私が試験を作るのですか。わかりました。ですが少し時間をいただけますか。あまり経験のない仕事ですので。助かるよ。まずはアイデアだけでもいいからね。承知しました。引き受けたはいいものの他人の内面を知るにはどうすればいいのでしょうか。内面、性格。そういえば人の性格を確かめる性格診断というテストがあると聞いたことがあります。ですが私にその知識はありません。そういうことに詳しそうなのは。性格診断？ええ、あなたならそういったことに造詣が深いかと思いまして。別に僕も詳しいってわけじゃないけど、そういえば以前 SM 診断テストっていうのをやったことあったな。SM 診断ですか。うん、それはどういったものですか。何問かクイズを出してその回答でその人が S か M かを判断するんだ。 S と M。 その時は確か C ちゃん、のぼうくん、あとせいちゃんと診断テストで遊んだかな。詳しくは動画を見てね。動画？こっちの話。なるほど、ありがとうございます。とても参考になりました。ではまた。何やってんだ。ライトノベル発売中。 S か M か。死神のお姉さんに呼ばれたけど一体何の用なんだろう。モブくん？失礼フラグちゃん、それに破滅フラグくんも。モブくんも呼ばれたの？そうなんだ。何するんだろうね。さあね、大先輩のことだからお説教とか。私何かしたかな。俺だって説教される理由ないよ。別に私が呼び出したからといってお説教というわけではありませんよ。死神のお姉さん。じゃあ何のために呼んだのさ。本日は皆さんに SM 診断テストをしてもらいます。 SM 診断テスト？何それ？あれだよね、 S か M で言ったら S みたいな。よくわかりませんが皆さんの性格を診断させてもらいます。何のために？試験制作のためです。試験？今後天使や死神たちの頑張りを公平に評価するために能力試験を行うことになりました。その試験は内面を重視するそうで、内面を知るための指標として SM 診断が適切だと思い今回のような場を設けました。内面ね。協力していただければささやかですがお礼もしましょう。食堂のスイーツなどいかがですか。スイーツ？やるわ。まあそこまで言うなら受けてやってもいいけど。どうか言って破滅フラグくん、本当はスイーツもらえるの嬉しいんじゃないの？そんなわけないだろ。俺は前回ド M だったけど今度こそ俺はド S になってるかも。モブオがド S？ ないない、ありえないね。何を？静粛に。これから診断テストを始めます。皆さんには10問回答していただき丸か×で答えてもらいます。回答は嘘偽りなく正直に答えてください。分かった。ドキドキする。それではいきます。意外な回答。第1問、勝負は勝つまでやる。お答えください。俺はあまりこだわらないかな。僕は負けるなんて絶対嫌だね。勝つまでやる。破滅フラグくんらしいな。私も。恋愛は勝負、勝ち取るまで諦めないわ。何の話？私も勝ち負けより勝敗を受けて次にどう生かすか、それを重視しています。ゲームなどをやっていると特にそれが大事だと思いますね。なるほどね。というか死神のお姉さんも回答するんだ。私の回答もデータの一つですから、こんな感じで次に行きましょう。第2問、流行を追うのが好き。
流行は自然と気になって追っちゃう気がするな。音楽とか動画とかね。私もやっぱり服とかは流行りのおしゃれな服を着ちゃうわね。私もどちらかといえば流行を追うタイプですね。フラグ回収にも役立ちます。くだらないね。僕は流行なんて気にしないよ。そういう時期って誰にでもあるよね。わかるわ。おい、その生温かい目をやめろ。第3問。好きな人に振り回されるのは好きじゃない。振り回されるのも楽しみの一つってね。モブ君と一緒。恋愛観が同じってこと。私たち相性がいいのかも。僕はどちらかといえば振り回したい方かな。私も自分のペースを乱されるのは得意ではありませんね。回答で人柄が分かって結構面白いわね。第4問。好奇心は強い方？いろんなことにチャレンジしたい。素敵よ、モブ君。まあそれゆえにフラグが立ちやすいということもあると思いますけどね。破滅フラグ君だけ罰なのね。好奇心は猫をも殺す。自分から破滅していたら破滅フラグの直れだよ。それは確かに。第5問。自己中心的な性格だと思う。モブお前本気で言ってる？何が？マジかこいつ。まあ周りがどう思うと本人の認識次第ではあります。なんか前にも似たようなこと言われた気がする。大丈夫よモブ君。そんなモブ君も私を愛してみせるわ。それフォローになってないよね。いいペースですね。どんどん行きましょう。結果発表。10問回答お疲れ様です。集計してきますので少しお待ちください。SM 診断テストは2回目だったけど結構面白かったな。みんなの回答とか理由が聞けると人柄がわかるわね。まあ正直結果はどうでもいいけど暇つぶしにはなったかな。素直じゃないな。うるさい。お待たせしました。それでは診断テストの結果を発表します。俺は今度こそド S になってるはず。まだ言ってるよこいつ。今回のテストは1問につき1点が割り振られ、回答に応じて加算されました。10点から6点が S、4点から0点が M になります。なんだかドキドキするわね。今回のテストの結果はこのようになりました。0点っていうかまたド M かよ。果たして M だったの？いや大体わかるでしょ。それぞれ結果に思うところはあるかと思いますが、一応補足説明をします。まずは人間ナンバー1と死神ナンバー51。ああ、俺か。なんでド M なの？ M と判断された人は誰に対しても人当たりが良く、いじられ上手で周りの人から好かれやすいタイプだそうです。好かれやすいかどうかはわからないけど、レンレンにいつもからかわれるのってそういうこと？レンレン、私のことが好きなのね。ポジティブすぎない？その中でも0点のド M はもはや運命レベルの M。 運命レベル？いじられることに喜びを感じ、それなしでは生きていけません。天才的 M です。そんな天才嫌だ。続いて死神ナンバー270の S についてですが、 S と判断された人は面倒見が良くサービス精神旺盛、他人にちょっかいを出したい、でも人に弱みを見せるのが苦手で悩みを抱え込みやすいタイプ。うわ、まんまじゃん。はあ、どこがだよ。この診断結構当たるのね。死神ナンバー270。悩みがあるときはいつでも先輩に相談してくださいね。うざいからそういうのいいって。そういえば死神のお姉さん N 判定じゃん。 N？S とか M とかじゃなくて？ああ、一応説明しておきますね。今回の診断テストで5点を取った場合のみ S や M ではなく N と判断されます。どんな性格なの？ N タイプは一人は好きだけど孤独は嫌いだったり、分かりやすそうで何を考えているのか分からなかったり、いろいろな矛盾を抱えている人が多いとのことですが、私ってそんな感じですか？どうなのかしら。正直僕は大先輩のことほとんど知らないから答えられないよ。何を考えてるのか表情から読み取りにくいのは確かかもね。そうですか。そういえば前に診断テストした時師匠も N だったっけ？それって怖っ。厄介の人が N ってこと？レンレンは厄介じゃないわよ。ちょっと底意地が悪いだけ。釈然としません。ごめんなさい。とはいえ皆さんのおかげで良いデータが取れました。今日はありがとうございました。お礼はまた後日。はーい。そしてあれ？破滅フラグくん？失恋フラグ。もしかして破滅フラグくんも試験に呼ばれたの？そうだけど。
もしかして2人でやれってこと？嫌そうな顔しないでよ。なんか嫌な予感しかしない。お待たせしました。これより能力試験を行います。試験内容は私の妨害を避けながらフラグ回収を行うです。はあ？ナンバー13さんが妨害？無理きつすぎるわよ。内面云々はどうしたんだよ。この前の診断テストで気づきました。 M なら厳しい試験も耐えられる、 S なら辛いことに耐性をつけるべき。結論、試験は厳しければ厳しいだけいいと。なんでそうなった？それでは失恋フラグ、破滅フラグ、覚悟はよろしいですね。この時失恋フラグと破滅フラグは思った。この人本当は N じゃなくてド S なのではと。ちなみにこの方式の能力試験は全員クリアできず参考にならないので今回限りになりました。プロット学園祭開催決定。今年の夏はプロットのポップアップストアをやるぞ。テーマは学園祭だ。学祭のステージ衣装かわいいです。模擬店カフェの衣装もシックでいいな。俺学祭でも働いてるんだ。看板餅も学祭の醍醐味ですよ。この限定イラストがグッズになって登場するぞ。学校モチーフのグッズも盛りだくさんみたいです。さらに今回はグッズだけじゃないぞ。来てくれたみんなが楽しめるような展示を準備中だ。フォトスポットはもちろん、実は会場先行放映の映像もあったり。それ言っていいの？とにかく会場に来てくれたら後悔はさせないぜ。もう少し準備が進んだら皆さんにもお知らせしますね。開催場所は渋谷モディ。詳細は追って発表していくから必ずチェックしてくれ。動画以外の X やコミュニティも要チェックですよ。まあそんなわけでみんな楽しみにしててくれよな。全力回避フラグちゃん、キャラクター人気投票の結果発表まであと3日じゃぞ。いよいよ間近に迫ってきた感じがするな。順位なんぞにさほど興味はないが、ここまで来たら最後まで見届けてやろうかの。みな当日までいい子に待っておくんじゃぞ。恋愛フラグさんが間違えて私の昼食にネコナルン Z という薬を混ぜちゃったみたいで、ちなみに夕べの食事でも間違えて生存フラグさんのに入れちゃったみたいです。それを間違いと思える貴様にわしは感心するわ。全力回避フラグちゃんライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。